ミルトンチャンネルです。今日は手塗りで塗装した私のエブリーに撥水加工をしてみました。その映像がこちら。私のエブリーは水性塗料で塗っているので、車体表面に凹凸があり、とても汚れやすいのですが、今回撥水加工して汚れにくくなったので、かなり嬉しかったです。こちらは今年6月に水性塗料で塗装した私のエブリー。古い車ですが色を塗り直したので結構テンションが上がっていたのですが、一点気になることがありました。それは一見すると綺麗に見えるこの車両、水性塗料で塗装しているので艶消しで車体に小さい凹凸があり、普通の車より若干汚れがつきやすいです。またご覧のように虫がぶつかった後も虫を取り除いても色が残ってしまい、汚れが付着しています。今回はこの汚れやすさを解消して車をきれいに保てるように撥水コートを試してみます。セルフでやるポリマーコーティングのスプレーです。名前はレオコート。こちらの製品は Amazon でのレビュー評価も高かったので使ってみることにしました。車用、バイク用、豪華版や樹脂復活剤用といろいろ種類がありましたが、今回は車用のものを使ってみます。内容物はレオコート本体とスポンジ、そして取扱説明書ですね。こちらの施工方法はとても簡単で、洗車をした後に車両から3センチから5センチ離してスプレーをして、それをクロスで吹き上げるだけで OK なようです。こちらのレオコートは水性塗料で塗装した私のエブリーにも使えます。水性塗料で塗装した私の車は基本的に洗車機が使えないので洗車場にやってきました。虫がついたところ一応落ちましたね。ちょっとやっぱ汚いですけど、この汚れがつきやすく付着した汚れが落ちにくいのが水性塗料で施工した車の弱点かもしれません。車の吹き上げをしている最中に塗装が剥がれている箇所を見つけてしまいました。長さ3センチほどですが塗料が剥がれてしまっています。この他にも私の塗りが甘くて爪でつけた傷で塗装が剥がれています。これは塗装の際に余った塗料が保存してあるので、後ほどタッチペンのようなイメージで再塗装します。こういったところなんですけども、やっぱり高圧の洗車機だけではちょっと汚れをきれいに取りきれなかったみたいなので、吹き上げと同時にちょっときれいにしたいと思います。角のところに汚れがたまりやすいです。こういったところも汚れが取りきれてないので、吹き上げと同時に洗っていきます。吹き上げ完了です。シャンプーと高圧洗車しただけですが結構きれいになりました。剥がれた塗装部分を塗っていきます。宝塗料の余った塗料をペットボトルに溜めていたので、これを使って塗っていきます。塗装はダイソーの筆で行います。宝塗料さんにはホームページでもご紹介いただきました。今回は塗装が剥がれてしまいましたが、ペットボトルに保存しておけば筆で気軽に再塗装できるので、このやり方は結構気に入っています。ドアノブの部分も再塗装していきます。今回はマスキング等を一切していませんが、映像のように塗り間違ってもすぐにティッシュ等で拭き取ればリカバーできるので安心して塗装できます。乾燥させるとこんな感じ。かなり近くに近寄らないと再塗装したとは分かりません。ドアノブの部分もほとんど目立たない感じで塗装できました。完全に塗料を乾燥させるために丸1日待ちました。撥水のレオコートを施工していきます。今回はこの効果を確かめるため、左側にレオコートを塗り、右側には何も塗らない状態で検証します。スプレーのストッパーを外し、車体から5センチ離して吹きかけます。この製品は車体だけでなく窓や未塗装部分にも使用できるので手軽で気に入りました。付属のスポンジで撥水コートを伸ばしていきます。
タイヤやブレーキの部分に使ってしまうと滑って危ないので使わないようにします。ヘッドライトやバンパー部分にも施工可能です。コート剤をなじませている感覚でいうとツルツルした水というような感じですね。すごく施工しやすいです。楽に施工できています。簡単ですね。すごい本当にこれで効き目があるのかってちょっと信じがたいぐらい簡単に施工できてます。クロスで吹き上げます。正直吹き上げがもっと難しいかと思ったんですけど、めちゃくちゃ簡単ですね。これすぐ終わっちゃう感じです。ワックスですとかそういったものだと結構吹き上げに時間かかったりすると思うんですけども、そういったものよりは全然早いですね。もうなんか水滴を拭き取るぐらいのイメージですね。あっという間に吹き上げ完了です。ではこちら側がレオコートを施工した方、こちら側が何もやってない方ですね。どれぐらいの撥水の差が出るかをスプレーをしてチェックします。結構違いますね。このようにレオコートをやった方は縦に水が流れていって、ボディの方も縦にこのように水が流れて下に全部落ちてしまっているんですけども、こちらの未施工の方は水滴がこのように残る感じで、それほど縦に流れている感じではないですね。横から見ていただくとちょっとわかるかもしれないんですけども、このような感じですね。こちらから見るとよくわかりますね。このようにフロントガラスの部分に水がほとんど残らないような感じになっています。そしてこの未塗装の部分も水がきれいに流れていってくれてる感じですね。反対側の方はこのように水がひっついているっていう感じですね。このように少し水が張り付いてしまっている感じですね。このレオコートで施工した方と未施工の部分、ラー油を垂らして本当に汚れがつきづらくなっているのかっていうのをチェックします。ではラー油を垂らしてみます。ティッシュみたいなもので軽く拭き取ってみます。すげえ、すごめちゃめちゃ綺麗に取れた。やば。いい感じですね。これ近寄ってみた感じも油が残っている感じもしません。触ってみてもツルツルした状態が続いているような感じですね。すごい、こんなに綺麗に油が取れると思いませんでした。では反対側の未施工の方にもラー油を垂らしてみます。じゃあ拭き取ってみます。ちょっとこれ汚ね。画面でわかるかわかんないですけども、このように綺麗に拭き取れないですね。今拭いてるんですけど、こちらの方に塗料の中にこのラー油成分がちょっと染み込んじゃってオレンジ色になっちゃってますね。このように、反対側と比べるとよくわかるんですけど、もう全くラー油成分残ってないんですけども、こちらは光の加減で分かりづらいかもしれないんですけど、このようにもうここら辺一帯ちょっとラー油を伸ばしちゃったような感じになって、結構違いますね。ライトを照らすと少し分かりやすいかもしれないですけど、ここがラー油がかかっていた部分ですね。で反対側はもう拭き取った後なんですけど、全くラー油成分残ってないですね。こちらのレオコートなんですけども、こういったエンブレムですとかステッカーの部分に使ってしまうと、このエンブレムですとかステッカーが剥がれてしまうそうなので、こういったところには使わないようにしたいと思います。後ろ側もこちら側にのみレオコートを施工して、こちら側は施工しないようにしてみたいと思います。比較検証するためにレオコートは運転席側のみに施工します。ではクロスで拭き上げていきます。これは本当に軽く拭くだけでもう全然 OK みたいですね。すごく簡単に施工できます。ちょうどいい感じに雨が降っているので、この雨の中で検証します。はい、こちら側がレオコートを施工している側、そしてこちら側はレオコートを施工していない側。こちらは雨がほとんど流れないのに対し、レオコートの方はこのように雨がずるずる流れていっています。こちらはほとんど流れていません。こちらは次から次に雨が流れていっています。
こちらからこちらがレオコートを施工した部分なんですけど、水滴の作る量がこのようにこちらと比べて明らかに少ないですね。レオコートを施工した方は未施工部分より水滴の大きさが小さいです。フロントの部分も同様で、やはりこちらの方がこちらに比べて水滴の量が少ないですね。このように拡大していただくと、こちらは水滴がかなり大きくならないと落ちていかないのに対し、こちらはもう小さい段階で水滴が流れていくような印象があります。こちらも半分だけ施工した方は水滴が小さいんですけれども、反対側に回ってみると、このように水滴が大きくならないと水が流れていかないという。左側の助手席側についている水滴が大きいですよね。それに対して比べてみると、こちらの水滴はやっぱりすごく小さいままで、このように、これ流れている跡なんですけども、このように水滴が小さい段階でもう流れていきますので、かなり水を弾くという効果が高いような気はしています。昨日取り切れていなかったラー油がまだこの辺にちょこっと残っていますね。このように汚れ対策としても効果が高いような気がしています。そして反対側の方はラー油の跡も綺麗に拭き取れています。そして水の流れがすごく速い感じがしていて、表面が結構ツルツルしたような肌触りになっています。それに対しこちらの方はツルツルが弱いというか、こちらと比べるとちょっとガサつきがあるような感じの肌触りです。このツルツル効果がこの水の流れですとか汚れがつきにくくする効果があるようです。またミラーの部分も同様ですね。こちらもやはり水滴が小さい感じです。それと比べてこちらのミラー、だいぶやはり水滴が大きいですので、撥水効果はかなりあると思います。それで一番汚れが目立ちやすいこういったところをちょっとチェックしてみたいと思います。汚れはついてないですね、ほとんど。こちらもチェックしてみますけれども、汚れはついていないです。それに対してこちらは未施工の方です。バンパーの部分は結構汚れていますね。バンパーの部分をチェックしてみても、こっちの方が汚れがついてるのが少ないですね。こちらの方が汚れの付着が多いです。これなんかも全然汚れですし、この窓ガラスの部分もレオコート施工してないので、残りの半面、こちら側の部分全てレオコートで施工したいと思います。では残りのこちら半分をレオコートを施工していきます。こちらのレオコート、ちょうど 100ml になったんですけれども、私のエブリィに使ってちょうど1台分で1本使い切りました。こちらのレオコート、定期メンテを行うと撥水して自浄作用が向上、汚れにくくなるそうなので、しばらく車に乗ってみて耐久性を実感したらお得な定期便を利用してみたいと思います。詳細は概要欄にリンクを貼っておきます。このラー油を塗ったところなんですけども、このレオコートで拭き上げたら全部油が取れてツルツルになりましたね。これは結構意外でした。はい、この未塗装の部分もかなり綺麗になったので、そういった面では良かったなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。